おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。一番大きいのは、テスラのセマイがついに高ボリューム生産ラインから出てきたというニュースです。ただ、今日のポイントはそれだけではありません。サイバートラックの RWD の販売不振疑惑、ヨーロッパでの紹介プログラム強化、モデル YL のカナダ展開の可能性、ギガベルリンの生産マイルストーン、そして FSD をめぐる安全性と規制リスクも出ています。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初はテスラのセマイです。テスラはネバダ州の高ボリューム生産ラインから最初のテスラのセマイが出てきたことを明らかにしました。テスラのセマイは2017年に発表された大型電動トラックです。発表からかなり時間が経ちましたが、これまではペプシコなどへの限定的な納車やパイロットラインでの小規模生産が中心でした。それが今回、専用の高ボリューム生産ラインから最初の車両が出てきたということで、ようやく量産フェーズへの入り口に立ったと見ることができます。ここはかなりポジティブなニュースです。ただし、今回のニュースは大量納車がすでに始まったっていう意味ではありません。あくまで量産ラインから最初の車両が出たという段階です。今後見るべきなのは、今年どれくらいの台数を実際に作れるのか、ペプシコ以外の企業にも納車が広がるのか、そして商用トラックとして充電インフラや運用面がどこまで整うのか、セマイについては始まったこと自体は大きな前進ですが、本当の評価はこれからだと思います。では次はサイバートラックです。サイバートラックの RWD、つまり後輪駆動モデルについて販売がかなり弱かった可能性が指摘されています。きっかけになったのはリコール文章です。一部の RWD のサイバートラックでホイールスタッドが分離する可能性があるとしてリコール対象になっていて、その対象台数の少なさからこの RWD トリムへの需要がかなり限定的だったのではないかという見方が出ています。ただしここは注意が必要です。リコール対象台数がそのまま RWD のサイバートラックの総販売台数を意味するとは限りません。なので、これだけしか売れていないと断定するのは危険です。ただ、RWD モデルは AWD モデルより1万ドル安い一方で、省かれた機能も多かったとされています。そうなってくると、購入者からすると、この価格差なら、もう少し払って AWD を選んだ方がいいと感じやすいです。これはサイバートラック全体がダメという話ではありません。ただ、RWD というグレードについては、価格と機能のバランスが少し中途半端だった可能性があります。次はヨーロッパの紹介プログラムです。テスラはヨーロッパでモデル3とモデル Y の紹介プログラム特典を強化したと報じられています。これまで紹介者と購入者が受け取れる無料スーパーチャージャーの特典っていうのは1000キロ分だったんですけれども、それが2000キロ分に増えたという内容です。一見すると小さなキャンペーンの変更に見えます。でも販売状況を見る上では意外と重要です。これはテスラがヨーロッパで需要を刺激しようとしているサインと見ることができます。しかも直接の値下げではなく、紹介制度や無料充電という形で特典を増やしている点がポイントです。車両価格を下げると購入者には分かりやすいメリットがあります。ただしブランド価値だったり利益率への影響も出やすくなります。その点、無料スーパーチャージのような特典ならば値下げよりも柔らかい形で需要を支えることができます。ヨーロッパでは競争も激しくなっているので、今回の紹介特典の強化っていうのは販売のテこ入れの一つとして見ておきたいところです。はい、ではね、次はモデル YL です。カナダのテスラオンラインストアにモデル YL 関連のセクションが出現したと報じられています。モデル YL は6座席仕様のロングホイールベース版のモデル Y です。現在は上海のギガファクトリーで生産されているモデルです。ただし、ここはまだ正式発売ではありません。なので、カナダで発売決定とは言えません。あくまで販売準備の兆候が出てきた可能性があるという段階です。それでもこのニュースは興味深いです。通常のモデル Y では少し狭いけれども、モデル X ほど高額な車まで必要ない。そしてモデル X はもう生産中止です。なのでそういったファミリー層にとって6座席のモデル YL っていうのは選択肢になる可能性があります。もしカナダで展開されれば、モデル Y の需要をさらに広げる動きとして注目されそうです。
。次はギガベルリンです。テスラのギガベルリンがドライブユニット100万台の生産を達成しました。ドライブユニットっていうのは電動モーター、ギアボックス、パワーエレクトロニクスなどを統合した EV の重要部品です。このニュースはセマイやサイバートラックほど派手ではありません。でも地味に重要です。EV は完成車だけではなく主要部品をどれだけ安定して作れるのかっていうのが重要です。ギガベルリンでドライブユニット100万台を達成したということは、欧州での生産体制が着実に積み上がっているということになります。はい、では次は FSD の安全性と規制リスクです。ドーンプロジェクトがテスラの自動運転関連技術が関連した事故について議会向けの報告を出し、規制強化を求めていると報じられています。ここは表現に注意が必要です。FSD が死亡事故を起こしたと断定するのは適切ではありません。正確にはドーンプロジェクトがテスラの自動運転関連技術が関与したと主張しているという話です。事故の原因が何だったのか、FSD だったのか、オートパイロットだったのか、ドライバーの操作状況はどうだったのか、このあたりは個別に確認する必要があります。ただ、投資家目線では FSD の性能だけではなく、規制だったり社会的な信頼っていうのも重要です。技術が進化してもそれが安全に使われていると受け止められなければ展開スピードは制限されます。 FSD については期待だけではなく、こういったリスクも見ておく必要があります。では最後に中古車市場です。アメリカの中古車市場でモデル X が非常に早く売れていると報じられています。2025年第1四半期にモデル X が全米で最も早く売れた中古車になり、平均の販売日数というのは 25.6 日とされています。さらにサイバートラック、モデル Y、モデル S も上位に入ったとされています。これはテスラオーナーにとって結構気になるニュースです。中古車市場で需要が強いということはリセール価格にも関係するからです。もちろん中古車市場っていうのは地域差や価格設定、年式、走行距離によって大きく変わります。なのでこれだけでテスラの需要が完全に強いとは言えません。ただ他社の EV と比べてテスラの中古価格が比較的安定しているという点っていうのはオーナーにとってポジティブな材料です。こちらに関して今日本ではどうなっているのかと言いますと、やはりモデル X 人気ですね。中古車価格が上がってきていると思います。やはりもうモデル X を手に入れることができないという希少性からモデル X に関しては結構値段が上がってきています。モデル S はそんなことはないんですけれども、ハードウェア4搭載のモデル S とかっていうのはやはりね値段が結構高いままになっていますので、モデル S と X 狙い目ではありますけれども、中古車価格っていうのは少しずつ上がっているなという印象が僕にはあります。なので欲しいなと思われている方はやはり今買うっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のテスラのニュース整理してみると、ポジティブと課題、これがかなり混ざった一日だったと思います。まずテスラのセマイが高ボリューム生産ラインから出てきたっていうことは大きな前進です。一方でサイバートラックの RWD については販売がかなり限定的だった可能性だったり、リコールの話も出ています。ヨーロッパでは紹介プログラムを強化し、モデル YL のカナダ展開の兆候もあります。ギガベルリンではドライブユニット100万台という生産面のマイルストーンもありました。そして FSD については期待だけではなく安全性や規制リスクも引き続き注目されています。今日のニュースを一言でまとめるなら、セマイは大きな前進、サイバートラックは少し気になる材料、欧州の販売はテこ入れの動き、モデル YL は次の展開への兆候、FSD は期待とリスクが同時にあるテーマ、中古車市場はオーナーにとって少し安心材料、こんな整理になってくると思います。大事なのは一つのニュースだけを見てすぐに強気とか弱気とかそういったのを決めるんではなくって、今テスラで何が起きているのか、これを冷静に見ていくことだと思います。はい、ということで最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在383ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もし最近電気代が高くなってきたな、災害の時の停電が心配だなって思っている方がいたら、
ぜひね、N 型の太陽光パネル、こちらを検討されてください。この N 型の太陽光パネルっていうのは、従来のパネルより発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電できます。だから小さなスペースでもしっかりと発電できて、結果的に電気代の節約につながります。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープできます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。天気が悪くても安心してエネルギーを確保できるんです。これっていうのは EV の充電にも最適ですよね。僕自身も導入し非常に満足しています。これにプラスしてパワーウォールといった蓄電池があるとなおいいと思います。もし家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいという方がいらっしゃったら、僕の方からあなたの地域でパワーウォールの取り扱い、N 型太陽光の取り扱いをしている代理店さんを紹介します。ご希望の方はまず概要欄にお問い合わせフォームを置いていますので、そこから問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。